おはようございます。今日はアルジェスというエリアに来てます。アルジェスは、有名なところで言うとベレンの、西側にあるエリアなんですけど、リスボンの中ではもう西の端の方ですねのエリアで、かなり落ち着いてて生活感のある静かなエリアです。本当に住宅街がメインの落ち着いた街です。で前回の Vlog で話した通り、今月リスボン、ポルトガル全体天気大荒れでずっと天気が悪かったんですが、この1週間ですね、やっと晴れになりまして、なので今週はもう嬉しすぎてひたすら出かけてるんですけど、今日も、せっかくなので今日気温もめちゃくちゃ高くてですね、昨日も結構もう初夏みたいな天気で最高17度か出たかな。今日は16度ぐらいでも日差しがすごい来るので体感すごいもう夏みたいな感じで、夏はないかな、春って感じで、なので今日ビーチウォーク、ビーチ沿いを歩きたいなと思ってこのアルジェスの方に来たんですけど、アルジェス今まで Vlog で紹介してないので、ちょっと街の様子とかも簡単に紹介したいなと思って今ちょっと街歩き散歩ブラブラしてます。トスタミスタとウカルを頼みました。でこのトシタミスタというのがパンにハムとチーズを挟んでるホットサンドなんですけど、ポルトガルの定番、朝食とか軽食でよく食べる定番です。めっちゃシンプルなんですけど、お店によって結構スタイル違ったりして、ここはバターたっぷりですごいバタリーで美味しいです。ウカルっていうのが、チョコレートミルクですね。僕今日温めてもらったんですけど、瓶のままで冷たく売ってて、それをそのまま飲むのもいいですし、こうやって温めてもらうこともできます。結構このトシタミスタとウカルのセットが結構朝とか軽食の定番で、ポルトガルの方がよく食べる食事です。地元のカフェとか行ったらぜひおすすめの一品です。なんか想像のつく味だとは思うんですけど、でもなんか落ち着く味で美味しいです。ポルトガルではすごい定番のメニューですね。ここは専門店がいっぱい並んでるメインストリートの一つですね。こういう地元の個人商店の並んでるストリートめっちゃ大好きです。大きい公園に来てます。なんかこの僕の後ろに見えてる建物がコンテンポラリー美術館みたいですね。すごいちっちゃいですけど、なんか地元のアーティストのコンテンポラリーの展示をやってる施設みたいです。ここがアルジェスのバスターミナルの前の広場ですね。ここ本当にカフェとか食べ物屋さん、飲むところ、スーパーとか何でもあって、結構大きなスクエアになってます。すごい生活に便利なエリアですよね。なので旧市街寄りの中心地よりはちょっとだけ物価というか家賃含めいろいろ差があるので、こっちの方がすごい住みやすいエリアなのかなって思います。
じゃあ海の方に渡っていきます。アルジェスが貸し返しラインが通っているので、カイセド・ソドレから電車で来ることもできるし、カイセド・ソドレ方面からはトラムも街中に走っているので、トラムでもここはアクセスできます。はい、着きました。プライア・ド・アルジェスです。このプライア・ド・アルジェスがリスボンの、市街中心部から一番近いビーチですね。今日は暖かいので、やっぱり皆さん散歩したりチルしに来てますね。残念ながら先週まで続いてた暴風雨の影響でちょっと古い木とかがいっぱい荒れていますが、ここももともと歩道だったはずなので、多分暴風の時に水位がこっちまで来たせいで砂浜がこっちまで押し寄せてる感じですね。もともとここはちゃんと整備された石の歩道だったはずです。本当にどれだけ続いてた暴風がひどかったかがこの様子から伺えますね。本当に気持ちいい。ひたすらビーチ沿いをゆっくりしながら歩こうと思います。めちゃくちゃいいビーチ散歩でした。オイラスまで突っ切ろうと思ったんですけど、なんか途中で工事でビーチウォーク封鎖されてるところがあったんで、ちょっと早めの引き返しになりましたが、次の目的地のベレンの方にまた戻って、ビーチを歩いて、またテージョ川沿いをシティ側に、歩いていこうと思います。気持ちいい。はい、ベレンの方に歩いてきて、今ジャルディン・アンナ・ソメールという、ジャルディンに到着しました。もうやっぱりビューが最高なんですよ。テージョビューですごい綺麗なジャルディンです。はい、次はジャルディン・トレド・ベレンの塔のあるジャルディンに来ました。すごい、ベレンの塔補修工事ほぼ終わってきましたね。ちょっと前まで全部枠組みで覆われてたんですけど、今もうほとんど土台のところ以外取れてますね。すごい。発見のモニュメントまで来ました。昔 Vlog で紹介した気もするんですけど、これは15、6世紀ポルトガルの黄金時代の一つでもある大航海時代ですね。ブラジル到達とか、インド海の方の開拓とかですねをしていた大航海の時代の、立役者たちですね。マゼランとか、バスコ・ダ・ガマとか、エンリケ、とかですね、その主要人物たちが船の先の形をかたどったこのモニュメントに載っているという、とてもポルトガルの黄金時代を象徴するモニュメントです。ポルトガル観光で外せない大有名スポットですが、何なのかあんまり意味知らないで見てる人も多いんじゃないでしょうか。パッと見ただけだとすごい素敵だけど、どれが誰でとかよくわかんないので、ちょっと説明してみました。で、発見のモニュメントの向かいにはジェロニモ修道院ですね。補修工事中です。
暑すぎてアイス休憩してます。あとはちょっと頑張って家まで歩いて帰ろうと思うので、ここでちょっと糖分補給をして、この後は家に帰ってゆっくり休もうと思います。多分またもう1日分 Vlog 撮ると思うので、ちょっと撮れそうな日があったら、2日目の方もお楽しみいただければと思いますが、今日のちょっと、アルジュスちょっとベレム散歩 Vlog は一旦終わりで、次の日に移動します。はい、おはようございます。今日は休日です。今日一日休日 Vlog、またラフに撮っていこうかなと思います。今日、リスボン市内でちょっと予定があるんですけど、午後から友達と会うので、それまでの間、街歩きと、あと朝食食べたり、またおしゃべりしたりですね、いろいろ撮りつつ、午後ももし撮れたら出かけてる様子とかも撮ろうかなと思います。じゃあ出かけます。今日は最高気温20度いくみたいですね。めちゃくちゃいい、嬉しい。そうで、前回の Vlog で熱帯低気圧クリスティンの被害救済のための募金の案内させていただいて、そこで結構フォロワーの皆さん協力してくださった方が結構いたみたいで、そうすごい嬉しいです。皆さんサポートすごい感謝差し上げますという言葉とともに、まだまだですね、コメントとか見てるとやっぱり復旧は時間がかかるみたいで、未だに生活インフラ整ってないエリアも結構あるみたいなんですね。なんで引き続きですね、僕の、この概要欄とかインスタグラムのハイライトに募金のリンク貼ってあるので、ちょっとお手すきのタイミングとかで引き続きサポートいただけると嬉しいです。でも皆さん本当にありがとうございます。絶えずサポートしていきましょう。はい、エストレラ邸に来ました。ちょっとここで朝チルします。朝ごはんにボーロアホス食べてます。そうで、さっきボロダーハウスを食べてて思い出したことがありました。僕以前リスボン Vlog ボリューム33で結構古いコンフェタリアやパステラリアが続々と閉店しててすごい寂しいですって話したと思うんですけど、それに関して面白いインフォがあったのでシェアしたくて、リスボンのなんか、団体あるグループの方々がなんか同じようにその大量閉店の流れを受けて、今まで閉店してしまったパステラリア、コンフェタリアとか、まだオープンしているコンフェタリア、パステラリアの情報を一つの地図にまとめて記録していくみたいな、なんていうんですかね、保全プロジェクト、メモリーとしても残しつつ情報をまとめるみたいなことをされてる方がいらっしゃるみたいで、すごいそれを共感したのでシェアしたいなと思って、それがまさにボロドアホズっていうプロジェクト名なんですよ。それは要するにそういう古い伝統的なパステラリアのシグニチャーというか、そういうところに行って食べれるメニューの代表が古いボロドアホズというメニューなので、それをプロジェクト名に取ってるみたいで、その名前にもすごい感銘を受けました。そういうことをきちんと感じて行動していらっしゃる方がいるっていうのにすごい
感銘を覚えたのでシェアしたいなと思って、そのリンクも今回概要欄に貼っておきます。僕すごい共感して、その話聞いてすごい胸が熱くなりました。We always have to check the numbers, right? Yes. Now. Makes me happy. Yeah. 先週まで天気悪かったので全然人のいなかったリバーサイドのバーも全部満席です。この辺りは席がないので別のお店を探しに行きます。Maybe we have available seat other side. Yeah. モンテマールという定所沿いの、バーでちょっと友達と一杯お酒を飲みます。チュース。So good. Yeah, but it's true. リバーサイドすごい賑わってますね。もうやっぱりみんなこのあったかい気候を待ちわびてたので、みんなのテンションが伝わりますね。じゃあほろ酔い気分で歩いて家に帰ります。去年この時期に Vlog で紹介したと思うんですけど、このサントスのリバーサイドエリアでフェイラド・インベルノっていう冬の移動遊園地が今の時期やってて、僕今年は行ってないんですけど、去年 Vlog で紹介した通り結構いろんなアトラクションがあって、フード屋台とかも出てたりして面白いので、規模はちっちゃいんですけど、今年は3月の8日までやってるみたいなので、もし近く来る方いたらちょっと覗いてみるのもいいかも。規模ちっちゃいですけど賑やかで、平日は人全然いないんですけど、週末とか賑わってて楽しいと思います。サンセットがめちゃくちゃ綺麗です。お見せしますね。見えるかな。はい、では今回の Vlog はこの辺りで締めようと思います。今回の Vlog、やっと暖かくなってちょっと天気が落ち着いてきたリスボンらしい景色をいっぱいお届けできたかなと思います。では次回の Vlog でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。